はい、緑。じゃねえ、藤原もえて小柏剣か。一体どういう風の吹き回しだ。うちのせがれが今度前の息子の世話になるんで、ちょっと挨拶でもと思ってな。ご苦労なこった。歓迎はしねえけどいつでもかかってこいよ。お前の息子ごときはこの緑様が片手で軽くひねり潰してやるにょ。キャラ違うだろ。店。誰なんですか、小柏って。何年ぶりかな、その名前を聞いたのは。15年、いや国鉄分割民営化前だからそれ以上は楽に立ってるな。小柏ってのは四国を走ってた走り屋で、その頃の文太の最強のライバルだった男だ。匠の親父さんのライバル。ただな、小柏は文太に輪をかけて頑固な男で、あいつはとにかく機動車にこだわってるんだ。電車と機動車じゃ勝負にならないんだが、そんなことはお構いなしに連戦連勝だった。もっとも切れ具合じゃ文太が一枚苦手だったんだな。あいつだけは電車に乗せたくないと思ったもんさ。親子2代電車対機動車対決。伝説の走り屋と言われた匠の親父さんの最強のライバルだけど、相手は JR 四国の2000系ですよね。いくら振り越し機動車でも登場から10年以上経ってるし、どんなにすごい走り屋でも機動車じゃ匠にはかないませんよ。だけど中国四国じゃ電車相手でも負けなしだってよ。しかも今回は向こうから近鉄奈良線を指定してきたんだろう。そりゃあ相手だって賞賛あってのことなんでしょうけど、関西でやるんなら絶対匠の方が有利ですよ。そうだよな、匠だって関西じゃ無敗なんだし。地の利もあるし、今回は心配することないかもな。匠が近鉄長野線が長野県まで伸びてるって本気で思ってたことは黙ってた方が良さそうだな。しかもあいつ機動車ってなんだかうまそうですね。とも言ってたぞ。絶対食堂車の仲間だと思ってる。よく来たな。早速始めるか。こいつが親父を任した男、藤原文太の息子。梅田で会った時ははっきりとは分からなかったが、今は感じる。こいつはすごい。しびれてきたぜ。切るんかい。やるっきゃねえな。じゃあ始めるぞ。5、4、3、2、1。ちょっと待った。なんだよ。何かあったのか。うんこ。ああ、分かった。早く行ってこい。本当に速いんだろうなあいつ。エンジン止めてけよ。サイカウント始めるぞ。5、4、3、2、1。ちょっと待った。悪い、トイレに財布を忘れてきた。取りに行っていいか。何やってんだ。早く取ってこい。あったあった、よかった。プリキュア？初代だな。あ、
やべえ、鍋を火にかけっぱなしだ。やっぱり匠の2000はすごいぜ。スタートダッシュで1秒以上前に出てる2コマまでは延々と上りが続くからな。これじゃバトルにならねえぜ。な。何にせよ言ってくれてよかった。そうか、分かった。ご苦労だっ何が気になるのか知らねえけど、こんなつまんねえバトルわざわざ見に来る必要があるのか。機動車が電車に勝てるわけねえだろうた。勝って当然負けはありえない。そう言って40年前のポンコツに完膚なきまでに叩きのめされたバカがここに2人もいるんだがな。あの小柏という元国鉄マンの父親に直々に英才教育を受けた相当なやり手だそうだ。わざわざ向こうからコースを指定して乗り込んできたんだが、何か策があるという間違いない。スタートでの出遅れと計算のうちだろう。なあ兄貴、いつも思うんだけど、どこからそういう話を仕入れてくるんだ。それは言えん。確かにこいつはまともな半径2000系じゃないぜ。ここまで離されるのは予想外だが、まだ射程内だ。相手を先行させて後ろから追い抜くことはボクシングで言えば KO 勝ちだと親父は言いやがった。上等だぜ。俺にしたって望むところだ。寝てる4両を起こせば難しい話じゃない。嫌な感じがする。はっきりとは分からねえけど、結構離れてるはずだがピリピリと伝わってくる。何か来る。こんな風に走るやつは初めて見たぜ。おい、新大宮では200メートルくらい差がついてたはずなのに追いついてるぜ。 2000GT ガスタービン。なんだこの中間車は。本当にガスタービン同士なのか。悪いがここでバトルは一旦リセットだ。指導者だからって舐めてると痛い目見るぜ。ガスタービン4両、ディーゼル4両のハイブリッド編成。なるほど、そうきたか。鉄道用エンジンとしては実用化には至らなかったが、経済性を問題にしないバトル専用仕様なら、あるいはこちらは学園前、阪急2000が先行してます。小柏のやつも案外口ほどじゃねえな。今日一でさえ捕まえきれなかった阪急2000なんだ。先行させたらどうにもならねえだろ。ディーゼルで上りじゃあな。どうかな。小型軽量高出力だが出力特性に難がある。ガスタービンエンジンの戦闘力は未知数だ。小柏も何も考えずに近鉄奈良線を選んだわけじゃないだろう。近鉄奈良線は山越え路線の割にタイトなコーナーは少ないからな。どちらもハイスピードなコーナリングが慎重なだけに、土壇場での一発勝負を左右するのはデータでは見えない何かかもしれないな。すごい勢いで追い上げてきたと思ったら抜かずに食いついたままかよ。なんだこいつ。コーナーが速い。
手強いぜ藤原拓海。こいつに生半可な仕掛けは通用しない。親父やっぱあれをやるしかなさそうだぜ。マスコンワークだ。敵ながら惚れ惚れするぜ。パッシングポイントが少ない上に全く隙がない。ミスを待ってたらそのままゴールしまうな。決めた。石切り通過で仕掛けるぜ。けどよ、このままだと先行してる阪急の方が有利なんじゃねえか。ダウンヒルに入ったらあいつを捕まえるだけでも至難の技だぜ。本当に策なんてあるのかよ。一言で言えばラインだ。鉄道ではありえない究極の走行ライン。単線区間で先行列車をぶち抜くために土山線特急だけのスペシャルラインがある。土山線スペシャル、何のことだよ。それはな、ああ、てめえなんてことを。たった今からてめえはエンペラーの圭介君だ。いいな。よくねえつうかわけわかんね殺すぞ。おはよう、こんにちは、僕圭介そりゃオウムじゃねえかバカ野郎。あれ、声が遅れて人形がやる芸じゃねえだろアホ。ポンポン殴ることはねえだろ。バカになったらどうすんだよ。それ以上バカになるならぜひ見てみよう。すみません、もう十分バカです。はい。何しやがるんだてめえ。はい。陽介てめえ待てこら。どうしたんだ兄貴。ここだ。いっけー。なんだそれ。飛んでる。抜かれた。そんなのありかよ。悪く思うなよ。インベタのさらにインとは空中を描くラインだ。高低差のある地形だからできる掟破りの短絡線、土山線スペシャルラインだ。もう一丁。一発でジャンプをクリアしてきやがった。運転センスの塊みたいなやつだぜ。けどな、一度俺を前に出したらノーチャンスだ。このまま一気に難波まで突っ走るぜ。この勝負勝った。親父の言った通り負けるなこりゃ。そういえば親父何か言ってたな。思い出さなきゃ。いいか、一度しか言わねえぞ。木田太郎ってよ、実は図しかも図に点々って。この後なんて言ってたっけ。やっべえ、すっげえ気になるぜ。絶対に防げない走行ラインだと。あどうしてそれを巧みに教えなかったんだよ。教えても防ぐのは無理だからさ。単線区間で先行列車をぶち抜く発想がねえと。単線区間で先行列車をぶち抜く。近鉄ってのは布施からこっちが複々線になってて、鶴橋を過ぎたら上本町の地上ホームと難波へ抜ける地下線に分かれるだろう。
勝負かけるならその最後のポイントしかねえぞって匠に言ったんだ。そこに差し掛かる時は絶対お前が後ろにいるはずだからなって。あいつピンとこない顔してたけどな。今頃は意味が分かってるか抜き方のアドバイスはしたのか？な。一応な。もし俺の言ったことがあいつに理解できていれば抜き返せる確率は 50% ぐらいある。なんだよ、それでもたった 50% しかないのかよ。少ねえな。当然だ。全力で逃げる相手がいるんだ。テレビゲームじゃねえんだぞ。めちゃめちゃうまい。抜かれて後ろから見るとそれがよくわかる。ついていくだけで目いっぱいなのに抜き返すチャンスなんて。親父なんて言ってたっけかな。仕掛けるポイントはラストの複々戦区間だ。その時相手は絶対にお前の前にいるからな。そんなことわかんないだろう。わかるんだよ、それが。いいから黙って聞いてろ。こっからが重要なんだ。鶴橋を過ぎると複々線が地上と地下に分かれる。それがお前のチャンスだ。高低差を使え。そこまでに勝負が決まってなけりゃお前はもう気がついてるはずだ。親父は小頭があのジャンプで来ることまで読んでいたわけだ。けど肝心のその先が分かんねえ。複々線が分かれるだってどうしようってんだよ。次のコーナーで複々線も終わる。その先の地下線に入ればもう手も足も出ねえだろ。須藤恭一が捕まえられなかった藤原匠を俺はぶち抜いた。気分だぞ親父。何もかも作戦通りだ。複々線が上と下。分かったぜ親父。ここしかないラストチャンス。狭い緩いカーブになってギリギリ通れる。お前のテクなら並んでいける。もつれて日本橋に飛び込めばあとは運だ。せいぜい頑張ってこい。なんだこの加速は。一体何が起こりやがった。くそ誰が。どうですか。プロペラシャフトが真っ二つだ。エンジン出力アップに振り子傾斜角増加。シャフトそのものも軽量化して無理させてたからな。とにかくうまく避けてくれて助かったぜ。礼を言うよ。絶対に勝つ自信があったので負けたのはショックだがいい体験をさせてもらったぜ。でしたが怪我人はいませんでした。一夜にして復興を遂げた大阪府東部一帯は普段通りの朝を迎え。すげえな東大阪。
頑張ろう関西。